白鸚記遊戯録2店舗特典ドラマ CD 届かない手紙伝わらない心。土方さん、ちょっといいですか？宗次、お前な、襖を開ける前に一言かけろっていつも言ってるじゃねえか。相変わらず細かいな。ああ？僕、何度言われても忘れちゃうんですよね。だから土方さん、次回もよろしくご指導お願いします。近藤さんの部屋に入るときには先に声かけてるじゃねえか。不思議ですね。あ、それよりこれどうぞ。なんだこりゃ。手紙か。誰からだ？それが差出人の名前ないんですよ。近所の子供から届けてくれって渡されたんですけど。なんで近所のガキが俺宛ての手紙なんか持ってんだ？さあ、その子も誰かに頼まれたんだそうですよ。新選組の髪の長い人に渡してくれとかなんとか。髪が長くてよそから手紙が届く人といえば土方さんかなと思って。しかし俺に子供を使いにするような知り合いはいねえぞ。それに髪の長いやつなんざ他にもいると思うが。何我が妻へ。あれ、おかしいな。土方さんは未婚ですよね。未婚じゃなかったとしても妻じゃねえよ。何なんだこれ。屯所に既婚の女性はいませんよね。まず女がいねえぞ。寺なんてもんは女人禁制だろう普通。ですよね。一人男の格好して紛れてる女の子はいますけど、あれ、バチとか当たらないんですかね？なんだ宗次、今さら何言ってるんだ。あれは男だろ。僕たちはそれでいいかもしれませんけど、神様仏様は見通してるんじゃないですかね。この場所寺の中だし。だいたいな、仏様が知ってたとしても女が一人寺に入ったくらいで罰を与えるような心の狭いやつなわけねえだろう。さすが土方さん、なんとなく筋が通った言い分っぽいですね。それより早く手紙の続き読んでみましょうよ。てめえが話をそらせたんじゃねえか。たく。まあなんつうか達筆だな。達筆ですね。読めねえ字ってわけじゃねえよな。読めますけど内容が全然頭に入ってこないっていうか。ああ、ひたすら陰銀無礼で頭痛がしてくるよな。ものすごく偉そうですね。鉄頭鉄尾上から目線っていうか。つまりこれは果たし状か。さあ、普通そういうのは妻当てじゃないでしょう。まあ最後の西本願寺裏一本杉にて待つってとこだけは分かったぜ。僕もそこだけ分かりました。とりあえず行ってみましょうか。手紙をくれた本人が来るならそこで詳しい事情を聞けばいいんだし。宗次、念のため聞くがな、これが闇討ち狙いで俺たちをおびき寄せるための餌だったらどうするんだ？決まってます。襲ってきた相手を捕まえて暗殺を仕掛けた親玉を吐いてもらう。僕と土方さんが揃っててどうこうできるやつなんてこの京にいないでしょ。まあな。じゃあ行ってみるか。待ち合わせは確か日暮れ頃だったよな。もう来てもいい時間ですよね。貴様らなぜここにいる？お前風間千景。てめえが俺たちの暗殺を企ててやがったのか。何の話だ？どう思います土方さん？あの間抜け面を見るに
本気で覚えがなさそうだな。おい、こそこそ話すな。それより俺の問いに答えろ。なぜ貴様らがここにいる？相変わらず偉そうなやつだな、てめえ。俺たちも痛くてこんなところにいるんじゃねえ。変な手紙が屯所に届いたから仕方なく出向いてやったまでだ。変な手紙だと？夕暮れにここで待つってね。最悪暗殺の可能性も考えてたんだけど。これの送り主はてめえじゃねえのか。濡れ衣もいいところだな。だいたい貴様らを殺そうと思ったなら、手紙で呼び出すなどと面倒な手間をかけず、直接殺しに行ってやる。実際前に襲撃してきたしね。新選組の属する会津藩と、俺が手を貸してやっている薩摩藩は、少なくとも今のところは協力関係にあるからな。あの娘が関わらん限り、積極的に貴様らと遊んでやるつもりもない。なるほどな。あのガキが。ちゃんと俺は髪を高い位置で言っており、はつらつとした笑顔に美しさを秘めた見た目は小柄かつ柔和な雰囲気を漂わせる新選組という沼地に咲いた一輪の花へこの手紙を渡してくれとことづけたというのに。ああ、何ブツブツ言ってんだ。聞こえたか、掃除。聞こえましたよ。伝言遊びじゃあるまいし、子供にそんな長い注文つけるとか。うるさい、黙れ。とにかくこれが暗殺狙いじゃねえとすると、この手紙は密書の類だろうな。なるほど。情報を伏せるためにあえて分かりにくく書いてあるってことですね。言われてみればあれは暗号文っぽかったですし。あの手紙が分かりにくい。どういうことだ？どういうことって言われてもな。ねえ土方さん、薩摩藩と新選組は一応協力関係にあるわけだし、この件に関係なさそうな風間になら手紙の内容を明かしてもいいですよね。は？ほら、風間もあの子が関わらない限り強引な手を使うつもりはないみたいですし、今回はいいんじゃないですか。ま、この手紙が風間からあの子宛てだったりするなら話は別でしょうけど。起きたとやら面白いことを言うではないか。俺はどこかの間抜けとは違う。もし俺があの娘に手紙を出したのなら、その手紙が貴様らの手に渡るはずなどないではないか。だろうな。鬼ってのは人間と違ってすげえらしいからな。おお、物分かりがいいな、土方。じゃあ何か風間が知ってることもあるかもしれないし、手紙僕が声に出して読みますから。せっかくだし風間の感想とか聞いてみたいな。その手紙がどんなものかなぞ見当もつかんが、まあよい。いかに素晴らしい文言が綴られているのか読んで聞かせるがいい。期待に添えなくて悪いが、素晴らしい部分はほとんどねえぞ。なんだと？風香る爽やかな初夏を迎え、近づいた祭り林の音色に我が妻も心を躍らせていることと思う。ほう、実に詩的な文章だな。書き手の知性がにじみ出す内容ではないか。妻でもねえ相手を妻呼ばわりしてる時点でどうかしてるだろう。我が妻の心中にも一つの願いが芽吹き始める頃合いかと思うが、お前がどうしてもと頭を下げて乞うのなら、その願いを叶えてやらんでもない。意味がわからないよね、これ。それは貴様の読解力が不足しているだけだろう。じゃあお前はわかるのか？無論。これは共に祭りへ行かぬかという誘いの文だな。じゃあ最初からそう書けよ。何？情緒のかけらもないやからめ。けどな、こんな言い回しで祭りの誘いだってわかるやつはいねえよ。祭り林の音色とか遠回しすぎるって。しかも頭を下げて声だのなんだの。これじゃ誘ってるんだか
脅してるんだか。何が不服だというのだ。これぞ上等な誘い文句ではないか。バカ言うんじゃねえよ。どこの誰だか知らねえが、女相手にこんな手紙を送るやつがあるか。ありえないですよね、こんなの。ひたすら偉そうだし、本題も分かりにくいし。貴様ら揃いも揃って。ああ、どうかしたか。僕たちは別に風間がダメだって言ってるわけじゃないですよね、土方さん。ああ、俺たちはただこの手紙はありえねえって言ってるだけだぜ。女を誘いたいならくどくど遠回しな言葉を並べ立てるより、俺と一緒に来いってそれだけ伝えりゃ十分なんだよ。それが男の潔さってもんだ。だが要件だけの手紙では思いの丈など伝わらんだろう。ええ。でも長々とよくわからないことを書き立てても気持ちなんて全然伝わらないんじゃないかな。ああ、この手紙がいい例だ。いや、悪い例か。よく読め。この手紙の端々からにじみ出る妻への行為を、この恋文のどこに問題があると。ああ、これ恋文なんだ。嘘だろ。驚くことか。だって俺の隣を歩けることを光栄に思えだの、お前が望むなら手をつないでやらんでもないぞだの、相手に嫌われるための文面としか思えないし。嫌われる？相手に惚れてんなら見下したような表現で自分を売り込む前に、まずそいつのことを認めてやれよ。どんなとこが好きだとか言ってやるだけでいい。そんなのそこらのガキでもできるだろう。もし本気で恋文のつもりだったなら手紙を書いた人に一言言ってやりたいですね。そうか。ところで風間、てめえはどうしてここに来たんだ？無論偶然通りかかっただけだ。悪いがこれ以上貴様らと遊んでいる暇はない。おい、風間！覚えていろと言いたいところだが、今日のことは忘れてくれても構わん。さらばだ。もう行っちゃいましたね。逃げ足だけはやたらと早かったな。なんていうか、人間の本音って残酷だな。こういう時って分かってない人ほど怖いですよね、土方さん。あいつに手出されちゃたまんねえからな。これでしばらく風間もおとなしくなるだろう。あれ、もしかして全部分かってたんですか？まあな。それであの子を守るためにあんな意地悪を？ニヤニヤすんじゃねえ、掃除。手を出されたくねってのは、雪村千鶴は新選組の管理下にある人間だからって意味だからな。変に勘ぐるんじゃねえぞ。さすが土方さん。女の子を守るためならいくらでも鬼になれるってわけですね。だからいちいちそういう言い方すんじゃねえ。おい、掃除。分かっててやってんだろ。じゃあ豚書まで競争しましょうか。おい、こら！逃げんじゃねえ！土方歳三、三木真一郎、沖田総司、森久保祥太郎、風間千景、津田健次郎。